すりおろしニンニクは。小さくなってくるとすりづらいよね。手まですっちまう。手はすらないように気をつけて。これは肉を揉み込むやつですか？ちゃんと混ざったかね。いいと思う。もう早速いい香りがするね。ごま油のニンニクね。ニンニクもか。ごま油もすごく香ってくる。ごま油か。キムチ鍋をさ、市販の素を使わないで作るのって初めてじゃない？すごく楽しみだね。どんな風になるのか。そうだね。これで大きい白菜。でっか。こんな大きいの見たことないね。ばあちゃんの顔よりはるかに大きいね。まだ概要があっただよ。これニラだね、ニラ。全部入れる？全部入れちゃってもいいと思うよ。お好みだけどさ。なんといっても大きいね、これは。扱いにくいね。あんまり大きいと。そうかもね。すごい量だ。野菜がたっぷりで嬉しいね。これが鍋のいいとこだよね。カチカチでも切れるかな。やっぱ綺麗な大根だね、買ったやつは。すんごく綺麗。半月でいい？いちょう切りの方がおばあちゃん食べやすいんじゃない？小さくて柔らかくなりやすいでしょうし。えらい山盛りになったね。3人も4人分もある。土鍋でやるのか。小さかったかそれじゃあ。確かにそれぐらいの大きさが必要だね。
んな味になるかね。胃があるだけ入れときゃ。うん。まだ出そなんとかありそう。全部入れてりゃいいわ。全部？うん。いや、ちょうどくらいだったかな。そうだね。よいしょ。辛いか。結構出るかも。辛いか。よいしょ。はい。いろいろ入れるで美味しいな。ねえ。やっぱいろいろ混ぜると美味しくなりやすいよね。白菜大量に入れたからさ、これは豪快に全部入れちゃっていいと思うよ。白菜 300g 以上入ったからね。えらいあるよ。うん。大丈夫。そしたらこれ水入れて払っちゃえ。そうだね。これで無駄なく使えるね。これでちょっと味見りゃいいね。そうだね。なんだこれ。なんだよこれ。なんか違う。面白い味だよ。面白い味。飲んでみ。はい、わかりました。うん。もうちょっと塩気とかあったらいいかもね。でも意外と辛いね。あと旨味、牛スープの素もちょっと入れて、砂糖とか醤油とかも少し追加したらいいかも。砂糖？うん。砂糖と醤油？うん、醤油もちょっとあったらいい気がする。これも入れてみたらどうかな。一旦そんなもんでいいよ。どうなるかね。ああ、わかりました。僕が。はい、どうも。うん、美味しいと思う。いい？うん。じゃあこれで火かけりゃいいね。そうだね。また野菜煮込んで調節してもいいしね。うん。いやー、これは楽しみだね。白菜減るでね。うん、すごい。いやー、美味しそう。唐揚げにするか。うん。なんかちょうどいいのあるかね。細かい肉がいっぱいある。うん。僕は納豆と海苔で全然構わないです。ガスあるかな。よいしょ。一本あった。お、よかった。よいしょ。1、2個くらい？一人。一人ね、おばあちゃんが小さいな。よいしょ。ちょうど終わった？
うん、ちょうど終わった。うん。ついた。だいぶ火強いね。変な燃え方だね。半分しかついてない。おかしいね。全部につかないでよ。これ。ついてもっと小さい方がいいか。上だったら小さくしよう。いいんじゃないこんなんで。うまそうだね。熱々。はい、いただきます。いただきます。器。はい。お母さん準備ありがとうございました。はい。いただきます。美味しそう。僕盛るか？盛るか？いいちょこっとも。あ、そう。菜箸持ってきた。ああ。どんなもんかね。でしょう。熱っ。ああ。熱っ。白湯が熱い。こんなもんだから。汁は？汁。すごい、キムチ鍋って作れるんだね、自分で。しかも今回キムチ使わなかったしね。そうだね、コチュジャン使ってたね。あと元と。どうですか、お味は？やっぱし甘みがちょっと強い。甘い？すごい。熱々でもう湯気が。すごいな。うまっ。最後のお砂糖が多かったね。最後に入れたの。そうかもね。ごめん、余計なことしたかも。でもどう？俺もすごく好きだけど。どうですかね、味付け。なくてもよかったか。うまっ。鍋が美味しくなってきたね。そうだね。鍋の季節だ。これからの夕食が楽しみだね。毎晩鍋やったら楽で。肉いる？まあいいや。ちょっと弱くするよ。あ、これチーズとかやってみる？とろけるチーズ。コクが出るよね。ちょっと持ってくるか。ある？あったと思うよ。あったよ。あと、もしかしたら豆乳入れたらまろやかになって美味しいかなと思ってちょっと試してみようかな。わからないけど。自分の中に入れてみ。ハサミはないか。ナイフか。いいや、じゃあ切るわ。入れちゃっていい？あんま出てこない。そんなに入れないっていうわ。少し入れりゃ。ただあんま入ってない。自分のとこは入れりゃいい。でもこっちの方が溶けていいなと思って。なんか固まってて出てこないみたいだ。そうだね。塊が。まーちゃんチーズ結構好きだったよね。合いそう。うまい。ちょっと汁が多いとこれだけじゃわからないね。チーズ？もっと入れる？
とさ、ティッシュあるかな。あ、これでいっか。これくらい？うん。ちょっと火強くしてもいいか、じゃあ。消えてるじゃん。あれ、またつかないか。これでまたチーズが溶けるのを待ちましょうかね。少しだけどさ、ちょっとシチューっぽいまろやかさが出てきて、結構ガラッと変わる。これはうまいな、これ。ばあちゃんも多分好きだと思うけど、どうかな。ちょこっとで試してみたら。僕はおすすめ。嫌いだと思い込んでるで。このお玉の半分がちょこっとで試してみてもいいと思うよ。これにまあちょっとこれ冷めちゃうけどね、少し冷たいから。そんなに冷めるほど入れない。少な。まあそんなもんかな。どうかね。嫌な味ではない。嫌ではない。そんなに好きってわけでもない。そうだね。まろやかになる。すごいまろやかになったね。牛乳よりいいかもしれない。豆乳は体にいいしね、多分。大豆だもんね。タンパク質が多い。植物性だしね。あとこれ無調整豆乳ってやつだからさ、なんかもっとなんだろう、原液。大豆しか使ってないって書いてあるし、多分豆乳の中でも一番体にいいやつだと思う。タンパク質がんと取れると思う。これ100ミリでタンパク質が 4.2 グラムだってさ。一日の量はいくらだ。まあ自分の体重と同じぐらいって言われたりするけどね。そんなに？でも年齢によってもだいぶ違うと思うから分かんないな。納豆1パックが6グラムくらい、卵1個も6とか7グラムくらい、肉が100グラムで20グラムくらい。大豆は分かんない。これは100ミリで 4.2 だから、100ミリ飲むだけでいいんだったらだいぶ楽だなって思う。お豆腐も結構あるでしょ。そうだね。豆腐、味噌にも少しあるし、黒納豆は匂いがなくて美味しい。普通の納豆より。黒納豆っていうのがあるの？コープにね。高いけど食べやすい。匂いが全然違う。変な匂いがない。変な匂い。納豆の。納豆の特有のね。あれがちょっと苦手なんだっけ、ばあちゃんは。匂いが嫌だ。なんかこれはもう偏見だけどさ、昭和の人はみんな納豆好きなのかと思ってた。みんな体にいいし、まあ安いしね。安くて手軽で食べられて、もうみんな納豆好きなのかなと思ってて、でもばあちゃん苦手だって言うから、そんなことないんだと思って。
漬物と納豆はみんな好きだと思う。もう薬？もう飲むの？みかんは？口直し最後。薬の前にみかん食べた方がいいんじゃない？食後だでね、本当は。あんま変わんないか。食後の楽しみじゃ。年齢の区切りでギョッとするみたいなことある？なかったね。未だにないわ。ない。年齢か考えないで。それはなんか気持ちの若さを保つコツだ秘ったり訣かもしれないね。するのかな。どうして考えないずらあんまり年のことを。なんか今までもなかった？ 30 になったとか、50になったとか、65になったとか、あるいは初めて孫が生まれた時に自分がおばあちゃんになったことを自覚したとかさ。そんなゆとりなかったわ。あ、そうなのか。あんまりそういうのを気にしてそんなにいいこともないのかね。そうだよね。丈夫だで気にしなんだかもしれない。あ、そうそう、こっちも飲まなきゃいけない。でもさ、やっぱ自分ももう90かとか思うより、その思いはちょっと寂しいけど、本当ね、自己評価は高くあった方がいいのかな、きっと。まあ、不思議じっと4粒ずつ出してるあげ、いつも4粒ずつ出てくる。サプリメントを4粒ずつ出すのが出す技が身についた。すごいね。そういえばさ、母さんから顔に塗るクリーム受け取った？あ、受け取ったか。豆乳イソもう製造してないらしい。あ、そうなの？ばあちゃんのお気に入りのおクリームでしょ？気に入り。あれっきり何にもつけないに、えらいシワがないとかって言われるでさ。肌のツヤがすごいとかね、よく言ってもらえるよね。高い化粧いくらも塗るよりあれ1個で済んでる。あ、そうなの、すごいね、それは。ばあちゃんのお肌の若さの秘訣？クリームのせい。あのクリームのおかげ？すごいな。こんくらいの一つのなんつうの、瓶じゃないけど、なんだあれは、ワンカップ、いくらぐらいだっけ？あれ2000円だってた。今まで1000円以下だっただよ。今度2000円だったって。倍になったってこと？そんな上がったの？もう製造しないっていうで上げたじゃない。そんなに高くなるの？店では1500円だったがね。だけどネットで買ったら1000円以下だったよ。それを急に2000円にして、なんかどうして売れないかな。御用達のクリームが値上がりしちゃうのは悲しいね。けどばあちゃんがかける化粧品代、それが全部って思ったらだいぶ安上がりだよね。安いね。すごいな。ほら、甘いわ。甘い？あれ、これもう食べちゃって大丈夫？いい。よかったね、甘くて。夏暑かったで、甘いかもしれない、今年のみかんは。夏の天気が影響してくるの？これ皮黄色いけどさ、こういうやつってことか。日にちが経っちゃ黄色くなる。黄色で熟してるってこと？オレンジにはならないんだね。
いやー、みかんが美味しい季節、これもまた冬だね、鍋と一緒に。いやー、懐かしい。およそ1年ぶりにみかんの美味しい季節だ。これもまた嬉しいね、みかんはいいわ。寒くはなるけど。どうするこれうち持ってく？うち持ってったらみんな食べそうだね。ばあちゃん、明日の朝の分とか取り分けて、もしいるならさ。言わなるしね。いらなかったら少し取っときゃあれか。いや、鍋美味しかったね。だいぶ余ったけど。またうどんとかあんなにつゆがあったに、なくなった。そうだね。あ、でもこっちにはばあちゃんの見えないところに結構溜まってるかな。こうまた麺とかご飯とかいろいろ入れたら美味しい。しっかり味しみてるで、つゆなくていいわ。季節ごとにさ、それぞれ違った食べ物の楽しみがあっていいね。四季があるせいだよね。四季がある国って世界的には割と珍しいんじゃないっけ？ない国もあるもんね。いや、ありがたいね、そう考えたら。四季のない国の方が多かないだ。そんなことないか。そんなような気もするね。夏はスイカとか野菜が美味しくてさ、秋は果物とか、なんか野菜、秋野菜、秋野菜が美味しいし。冬は鍋とかおでんとか、みかんとかりんごも冬か、美味しいし、春はなんだ、お花見春は春で旬の春はあんまり野菜ないね。魚とかサワラとか、あれか、フキノトウとかも一応春か。そうだね。フキノトウが冬の終わり、春先。もっと季節ごとにいろいろあるよね、食べ物が。それがまた季節でなきゃ食べられないものがいっぱいある。食べてるもので季節を感じるなんて、そんな国はめったないかもしれないね。そうだね。一年中芋ばっか食べてるみたいな国もあるかもしれないよ。これから鍋とみかん、りんご、おでん、冬の食べ物を満喫できるね。そうだね。いや、楽しみだ。あとお雑煮とかもあるか。お雑煮。お雑煮はおっかないで食べない。あ、そっか、ばあちゃん食べないか。ってことはもうぼーっとしてると今年終わるんだね。そうだよ。あと2ヶ月。もうそんなか。11、12でもう終わりだもんね。そうか。あっという間、もう2026年になっていくんだ。そうだよ。恐ろしい。令和8年。そうだね。それは4月からかな。令和が変わるのは。4月からか。違うっけ？4月じゃない？年度は。そうかや。よくわかんないね。4月じゃないっけ？3月にそれでなんて書け。西暦は4月だがね。西暦は12月と1月じゃん。そうか。元日が変わり目だよね。そのうち令和も8年だ。元日で今度は8年になるわけ。2026年にはなるけど、令和8年は4月1日じゃなかったっけ？よくわかんないな。令和ってあんま使わないからさ。いつからだよ。ちょっとスマホで調べてみるか。
いや令和も西暦と同じだって切り替わるの。じゃあ1月？そうそうだね。そういうことだよな。やっぱそうだ。こっちも令和も1月1日から12月31日、でカウントしてるみたい。4月じゃないんだ。そうかそうか。恥ずかしい。西暦しか使わないんだな。学校だけだわ変わるのは。そっか。学校も1月からにしらいにね。なんでだろうね。それじゃ早生まれ遅生まれなくて。確かに。なんか都合があるのかな。学校だと年度末は3月で、年度の初め、年初違う、年度の最初は4月だもんね。だから令和がちょうど4月30日だか5月1日だかにたまたま令和に切り替わったから、それで勘違いしてたのかも。令和元年が5月1日から始まってたってさ。2019年。だからなんとなく4月1日って思っちゃったのかもしれない。全然関係ないのに。ややっこしいね。みんな西暦にしちゃいにね。考えるわや、急に言われりゃ。書類とか書くときにってなるもんね、ちょっと。だからインターネットスマホで調べようとしてもなんか今年令和何年みたいなことを調べてる人たくさんいるんだよ。そういうこんがらがっちゃうよね。で僕も4月1日からだと思ってたしさ、令和の切り替わり、ややこしくなっちゃうよね。まあ何しろもうそのうち2026年と令和8年になるってことだ。早いね、ほんと。そうだね。そしたらばあちゃんは95になる年だよ。それまだ早いよ。31年生まれだから。2031年になったら100歳ってことだよ。2031年100歳。そう遠くないよね。遠かないね。100歳。心細いね。心細いね。そう考える。僕たちも一緒に年取ってるから、年取るときは一緒だよ。そうか。今年も鍋を満喫しましょう。あとだんだん今年も少なくなってくるから。半年遊んでたでね。まあ時の経つのが早いね。まあ今年また心残りないように、たくさん思い出作りましょう。心残りあるわ。何にもしなんで半年経っちゃっただもん。まあ体調崩すことはあるからさ。ばあちゃんにとっては体調崩したけどそれを乗り越えたっていう経験が今年は尊かったんじゃないの？思いがけない経験をしちゃったわ。まあきっと何かの糧になりますよ。まだまだこれから。じゃあごちそうさまでした。はい、いただきました。美味しかったです。豆乳も美味しかったな。じゃあ下げますか。よいしょ。よいしょ。こいしょ。それ僕持ってくからそのままでいいよ。ちょっと重いでしょ。鍋ぐらい持てる。持てる？
それだけあればいいの？うん。あとは向こうの家に差し入れにするか。オッケー。こんなに鍋皿持ってくる？まあどっちでもいいよ。どうせ汚れてるで鍋皿の方がいい。じゃあ洗ってまたこっち持ってくるわ。うん。